こんばんは。はるです。今回はダイナスティーズアイコン選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになっているので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、ハイスの選手だったりとか、SBC 目標の選手をティアリストに含めてます。で、こちらの動画はアイコン選手のみということになってます。で、それでは早速紹介をしていきます。こちらがダイナスティーズアイコンのティアリストになります。まずは D ですね。D はですね、87、88のラーション、そして88のクライファーと、そして87のベロンと、この4名になってます。まずは87のラーションに関しては、やっぱりね、もともとスキルが3っていう風なところは、まあちょっと厳しい、部分ではありますし、まあ、パスもね、あまり上手くはない選手になります。さらに、プレイスタイルに関しても、まあ、そこまでいいのは、なくって、プラスがね、ループシュートなんで、まあ、ただここもやっぱりそこまでいらない、プレイスタイルにはなってしまうので、まあちょっとそういうようなところで物足りなさっていうのは感じてしまいますし、もちろんね、シュートだったりとか、ドリブルのある程度の軽さだったりとか、スピードのある程度ね、ある数値っていうのは、いいんですけど、ただまあ、そこまでこう、理不尽さっていうのは、ない選手にはなりますね。本当にフィニッシャー型というか、裏抜けをして、そこからもう、ダッシュで、キーパーと1対1で、みたいな、そういう使い方だけに、なってしまいますね。それこそ横パスとかもね、ずらしてしまう可能性全然ありますし、やっぱり冷静さも82なんで、まあこれやったら全然現役の選手の方がね、強い選手は、たくさんいるなという、そういう選手になってしまいますね。でそして88のラーションですね。まあ先ほどの87から能力がプラス1されたラーションになるんですけど、スキル逆足は変わってはないですね。で、プレイスタイルに関しては、まあループシュートのところが、ファーストタッチのプラスに変わったよっていうところですね。まあここも別に、まあファーストタッチ大事な状況もあるんですけど、まあもっといいプレイスタイルのね、プラスはあるかなという風なところですね。で、もちろん、やっぱり、ちょっとは強化されましたけど、それでもパスは結構ひどいですね。あまりパスに関してはそこまで変わらないと思った方がいいですし、まあ、ペースが90乗ったっていうのはね、でかいかなっていうのは思いますけど、ただ、まあ、ちょっと厳しいかなっていうのが正直な、印象ですね。軽さがあったり、スピードだったりとかはあるけれども、まあ、特段別にこう、今の環境下の中で言うと、88になったラーションでもですね、現役の選手の方がいいかなっていうのは、個人的には思います。で、そして88のクライファートですね。まあ、この人に関しては、こう、でかさっていう風な部分、フィジカルの強さっていうのがある分ですね、やっぱりどうしても重たさっていうのが感じられますね。身長とか、やっぱりドリブルの能力が低かったとしても、軽いやん、意外といけるやん、みたいな選手ではないですね。普通に重たい。し、結構扱いにくい方の選手にはなります。44だったりとか、もちろんクロスゲーとかをね、ちょっとやられるっていう方はいいとは思いますけれども、まあそれだったら別にね、ルカクとかでいいし、理不尽さってはルカクの方が感じると思いますし、で、かつこの人もね、レス81っていうのはちょっと低いなっていう風なところで、まあ、いいところはあるけれども、ただ、まあどうしても、あんまやなって思うシーンっていうのは、ちょっと多い選手に、なりますね。で、そして続いて87ですかね、のベロンになります。まあ、ベロンはね、パスが上手いっていう選手になりますね。能力だったりとかも、悪くはないですし、プレイスタイルね、プラスでパスのやつがついていたりとか、あとはロングパスのね、プレイスタイルついていたりとかはするんで、パス面に関しては、全然今の中盤の選手としては、いいとは思うんですけど、それ以外がまあちょっと、厳しいなっていう風なところですね。特段守備もめっちゃうまいっていうわけではないですし、フィジカル能力もね、もうちょっとあった方が、いいですし、積極性が高かったりとか、レーサーもね、高いっていうのはいいんですけど、まあ、ただやっぱりドリブルが重かったり、まあ身長186センチかな、結構高い選手にはなるんで、まあ仕方ないと思うんですけど、ただやっぱ切り返しが遅かったりとか、まあどうしてもこう蹴るのが遅くなったりとかはしてしまう場面っていうのはありますね。で、シュートに関しては、まあ入らなくはないけど、まあ別にっていう感じの選手で、ペースもね、特段めっちゃ速いってわけではないですし、
まあ個人的にはこの人もちょっとこう変わりがいてしまう現役の選手でいいかなっていうようなところですね。で、そして続いては C ですね。C はですね、89のクライファートになります。先ほどの88から能力プラス1上がり、されてますね。で、まあ個人的にやっぱり、こっちの方が、もちろん全体的に能力上がってますし、パスがね、ちょっと上手くなってるっていうのもいいのかなっていうのは思います。で、レザもプラス1ですし、まあ大体がプラス1ずつされてはいますね。で、この89になったとしても、どうしても重さっていうのは、取れないですね。この89でも結構重たさっていうのは、あります。で、こっちの方が、まあ、パワーヘッダーのプラスかな、一応ついてるんで、まあ、その空中戦ヘディングで合わせた時に、まあ、強いシュートが行くっていうのは、まあ、そういう風なプラスの要素っていうのは、ありますかね。まあ、ただ、アップデの影響で、パワーヘッダーっていうのは、まあ、結構弱くは、なったんで、まあ、さっきのやつがシールドやったんですけど、まあ、それよりかは、まあ、まだ、やっぱりヘディングで合わせるっていう選手にはなるんで、パワーヘッダーの方がいいんですけど、ただまあ、めちゃくちゃいいプレイスタイルかって言われると、まあそこまでかなっていうのは、アップデ後に、思いますね。まあ、ただまあ、まあ D ではないかなっていう風なところですけど、まあかといってスタメンに入るぐらいの、B ではないなという選手ですね。で、そして続いては B ですね。B はですね、89のベロン、そして89のハジ、そして90のハジ、そして89のリバウドと、この4名になってます。まずは89のベロンですね。87からプラス2上がりをされていて、あとはトリベラのプラスがついたっていうのはでかいですね。一応トリベラがプラスになったかな。まあ、それがでかいし、もちろんこの人も、まあ、プラス2上がりやって、ドリブル自体はまあ、改善ちょっとは、されてるけど、ただ体感ほぼあんまり変わりはないかなっていうところですね。で、守備に関してはインターセプトがね、87になってるっていうところと、まあ、守備力っていうのはもちろん上がって、ますし、フィジカルもね、79から多分80、プラス1しかされてはないんですけど、まあ、でかいかなっていうふうに思います。で、パスのうまさっていうのはそのままにですね、一応プラスではなくなりましたけど、プレイスタイルでついては、いるので、で、やっぱりね、トリベラのプラスによってアウトカーブでね、ボーンと、遠目から打つことはできますし、もともとね、先ほどの87の能力でも、ロングシュートの値だったりとか、カーブっていうのはそれなりには高かったんで、決定力は低いけれども、まあ一つこう飛び道具、アウトカーブ持ってるっていうのは、でかいし、まあそれをちょっとこう、活かしてくれるトリベーラっていうのがこの89ではプラスになったっていうのがちょっとでかいかなっていうふうには思います。で、ペースもね、4上がり、してるんで、まあ割とこう B ランクには入ってくるかなというふうに感じてここに入れてます。で、そして89のハジですね。まあ、ハジもともと44で、レーザーもね、高くって、割とこうバランスがいい選手、攻撃の選手として、まあ、いろんなことできるよっていう選手になりますね。ただですね、やっぱ中途半端感っていうのはどうしても、ありますね。決定力もめっちゃ高いわけではないし、ペースもめっちゃ速いってわけではないし、かつドリブルもめっちゃ軽いってわけではないんで、この人は代わりはいるんだけれども、全然こうスタメンには入れれる、レベルの選手にはなると思いますね。まあ、プレイスタイルでね、もうちょっとこういいのがね、ついていたら、より良かったのかなっていうふうには思います。で、そして90の端ですね。先ほどの89からプラス1をされた端になります。で、一応こちらもね、フレアのプラスなんですけど、まあもうちょっといいのがついたら良かったかなっていうのは思います。特にまあテクニカルのプラスとか、がついたらまたちょっと違ったのかなっていうのは思いますね。まあ全体的に先ほどの89から能力がアップグレードされたっていう風なところですけど、まあランクを分け隔てるほどのですね、まあ違いっていうのはそこまで感じないかなという風に思います。で、そしてリバウドですね、89のリバウドになります。で、一応まあベースアイコンのリバウドが90だったんで、まあそっから能力はマイナス1、されているということにはなります。OVR 的にはね。で、もちろん、テクニカルのプラスをもともと備えてたんで、そっからアクロバティックになったっていうのは、まあちょっと、ダウングレードした、プレイスタイルにはなるかなというふうに思います。で、やっぱりもともと逆足2っていう風な、部分がありますし、ドリブルもアジリティはね、結構高いんで、反転とかはいいんですけど、ちょっとね、重みが感じる、まあ、ごつい選手になりますね。
ただそこのフィジカルを生かしての推進力ある突破だったりとかは、できる選手には、なりますね。ただ、そうね、この89だったら、リバウドを使いたいっていう風な、そこのロマン的な部分が、なければですね、ちょっとどうしても不満に感じる部分っていうのは、あるかなという風なところですね。そして、続いては A ですね。A はですね、91のリバウドになります。こちらのリバウドはですね、逆足が4に、なっていて、44になってます。で、もともとベースアイコンのリバウドとともにですね、テクニカルのプラスをそのまま備えたという形になります。で、一応89かな、先ほどのリバウドと比べると、バランスが1低かったりとか、冷静さが1低かったりとか、能力自体プラス2上がってるんだけれども、内部の能力でちょっと下がってるっていうところも、ありますね。ただ、マイナス1なんで、バランスと冷静さが。1だったらまだいいかなっていうところで、プラスの要素がね、こっちの方がやっぱり大きいですね。逆足2と4ではやっぱり全然違いますし、テクニカルのプラスとアクロバティックのプラスっていうのは、全然違いますし、そういう風なところで、やっぱり、これだけのね、ランクを分け隔てる価値っていうのは、十分この91のリワードにはあって、普通に強いと思いますね。値段を見てもですね、やっぱりリバウドは100万超えてますし、この91のリバウドは100万超えてますし、89のリバウドは、多分2、30万ぐらいかな。なんで、全然そこのね、値段の差っていうのもあると思いますし、強さっていうのも十分あると思います。差がね。なんで、こちらのリバウドは別にロマンとかそういう風なんじゃなしに強さだけ求めても、十分活躍ができる、そういう選手にはなりますね。普通にかなり強くなったと思います。でそして、最後 S ですね。S はですね、マルディーニ、そしてジダン、この2名になります。まずはマルディーニですね。言わずもがな最強のセンターバックになるかなというふうに思いますね。値段も多分500万ぐらい、4、500万する選手になりますし、ペースがね、上がったっていうのが結構個人的にはでかいかなというふうなところと、インターセプトのね、プラスを備えてはいるので、勝手に取ってくれるやんっていう機会が、本当に多い選手になりますね。で、もちろん守備力っていうのがもともと高いし、本当にフィジカルでも負けないっていう力を持ちながら、冷静さ、リアクションっていうのも95ですから、とんでもなく高い選手になります。で、逆足も4で、ビルドアップもできるよという選手になるんで、本当にかなり、最強なセンターバックかなというふうには思いますね。で、そして最後はジダンですね。ジダンはですね、このダイナシティーズのイベントの中では多分一番高い可能性はあるんじゃないかなというふうには思いますね。もちろんもともと強さっていうのはありますし、ベースアイコンのね、ジダンの時から強いし、55だし、中盤に置いてもいいし、別に前線に置いてもいいしっていう、そういう選手にはなりますね。守備も安定的にできるし、フィジカルも強いし、アジリティが低いんですけれども、スキル5をね、使えたりとか、そこまで重みをね、感じない選手には、なるんで、本当に素晴らしいなと思います。で、かつやっぱり理不尽さっていうのを本当に感じる選手になるんで、貫通するとか入れ替わるとか、取られてるけど取られてへんみたいな、そういう選手なんで、明らかに強いですね。この人が一人やっぱいたら、もうめちゃくちゃ変わると思います。チームはガラッと変わると思いますし、パスも上手けりゃシュートも打てるし、スピードもある程度はね、ある選手にはなるんで、値段の価値っていうのは十分ありますし、明らかな大当たりで、この人も最強クラスかなというふうに思います。という感じでこちらがダイナスティーズアイコンの選手のテアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。